こんにちは、ゆうかです。今日は日本一周の宮崎編です。イエーイ。皆さん日本一周覚えてますか？最後にやったのがもう8ヶ月前で結構時間経っちゃったので、ルールのおさらいからいきましょう。まず前回の動画の高評価数がそのまま今回の件で使える予算になります。なので今日の動画の高評価数は次の日本一周の時の予算になるので、ぜひ皆さん今のうちに押してください。お願いします。前回の高評価数が29,100だったんですよ。なので29,100円ちょうど用意してきました。結構ね、今日は予算が多めなので無理して無理やり使うことはないんですけど、思う存分これで満喫してこようと思います。それでは行ってきます。よし、出発進行。宮崎は初めてなので運転ドキドキです。けど初めての場所って全部が新鮮で楽しいですね。車が全部宮崎ナンバーなのが不思議。宮崎ナンバー初めて見たかもしれない。宮崎から静岡、東京方面に来ることあんまりなくないですか？車で来るのって。私だけナンバープレート違うから仲間外れで悲しい。今は宮崎駅周辺を走っているんですけど、今日はもう行くとこを決めていて、とあるところに向かっています。それがね、ここから運転して2時間ぐらいかかるところなんですよ。少し遠いんですけどめっちゃ楽しみな場所なので頑張っていきたいと思います。さっきフェリーターミナルから宮崎駅方面に走ってたんですけど、本当にヤシの木とか生えてたりしてて、日本の南国みたいですごいです。でも気候は東京の方とそんなに変わんない感じがするというか、暑いんですけど温度は多分同じぐらいな気はします。ちなみに今の気温は28度らしいです。東京よりも涼しいですね今これで日本一周何軒目ぐらいなんだろう。ちょっと軽くおさらいしてみますか。まず最初が静岡でしょ。でその次が神奈川で、その次が埼玉で、次が群馬、長野、終わって西の方に行って京都、奈良、大阪で最後が秋田なので、これでちょうど10軒目ですね。結構行きましたね。走行距離で言ったらめちゃくちゃ走ったんじゃない？でもたまにコメントでとんでもない人がいるんですよ。1日100キロ走ってて1ヶ月で3000キロ走ってますっていうコメントが前に来て、さすがに負けましたね。私は毎日めっちゃ走ってるわけじゃないんですけど、一発がどでかいんですよ。動画にはしてないんですけど、これ帰り分もあるんですよ。宮崎から東京に帰るのあるので、動画分かける2ですね。地味に長いんですよ。地味でもないか。今日はこの後もずっと走っていろいろ移動するんですけど、パパクリッパ改造してから後ろが秘密基地みたいな感じですごい過ごしやすくなったんですよ。だから疲れたらちょっと休憩したりとかゴロンすることもできるからめっちゃ気が楽なんですよね。宮崎は海のイメージもあるし山のイメージもあって、自然がすごい綺麗なイメージがあります。あと宮崎牛も有名ですよね。わあ、宮崎牛食べたいな。あと方言可愛いですよね。何々しちょるけんとかめっちゃ可愛い。今車でドライブしちょるけん、この後どこ行くみたいな感じじゃない？間違えてたらすいません。めっちゃ綺麗。日本じゃないみたい。すごい。前に長野ドライブした時かな、コメントで俺の家映ったって来ててめっちゃびっくりしました。そんなことある？家映ることある？あんまり家ある方走んないんですけど、その時はたまたま走ったのかな。びっくりでしたね。今日も誰かんち映るかもしれないです。もし映ってたらぜひ住所付きで暴露をお願いします。わあ、めっちゃ自然で綺麗だよ。
いいですね。ドライブしやすい、楽しい。軽バンカスタムするときに本当は外装も変えたかったんですよ。真っピンクとかにラッピングしたかったんですけど、ちょっとそれはやりすぎかなって思っていろんなとこに行くのにすごい目立っちゃってすぐ分かっちゃうじゃないですか。パパクリッパいるやんってなっちゃうから、それはねやめておきました。郵便局の軽バンって確か真っ赤でしたよね。だから私は真っピンクみたいな。郵便局はお手紙を運ぶけど私はラブレター専門ですみたいなあ、そう、軽バンカスタムするときにおしゃれかなって思ってサボテンを置いてみたんですよ。そしたらカーフェリーの中かなで倒れちゃってて土まみれになっちゃってたんですよ。だからさっき車出発する前にずっと土のお掃除をしてました。やっぱり車は揺れるから置くもの気をつけなきゃダメですね。今は高千穂峡というところに向かっているんですけど、そこは渓谷があってすごい絶景を見れるそうなんですよ。あとボートもあってボートに乗ることもできるらしいんですけど、1日乗れる組数が決まっているらしくて乗りたいんですけどね、乗れるかな。あれからね1時間ぐらい走りました。ずっと自然が綺麗で景色がいい意味で変わらないですね。雨が少し降ってきて高速祈願したのに叶わなかった。今日は午後からも雨予報なので天気との戦いになりそうですね。軽バンカスタムした時にガラスをコーティングしてくれたおかげで雨が降ってもすぐ弾いてくれるんですよ。だから雨なのにめっちゃ前が見やすくて最高です。着いた。めっちゃ遠かったです。ちょっとさっき入ってくる時に怖い看板を見たんですけど、いやでもまだわかんないよね。一旦降りて行ってみたいと思います。マイナスイオンがすごい。大自然。あ、すいません、貸しボートってやってますか？あ、そうなんですか。雨の都合ですか？あ、なるほど、ありがとうございます。雨女すぎて貸しボート今日やってないらしい。チーン。雨で水が増えちゃって危ないからボートやってないみたいです。乗りたかった。さっきこのマップをもらったんですけど、真名井の滝までちょっと歩くそうです。今頑張って歩いてます。途中で高千穂山峡っていうのも見れるらしい。楽しみ。やっぱこういう自然はいいですね。普段結構旅行するんですけど、私パソコン作業をしてる時間の方が長いんですよ。だからめちゃくちゃリフレッシュされます。マイナスイオンを浴びて体が回復してる感じがする。ここの高千穂峡は SNS でめちゃくちゃバズってて何十万いいねとかついてたから海外の観光客がめっちゃ多いんですよね。さっきからなんかハローとかニーハオとか飛び交ってますというか8割ぐらい海外の方だ。見てください、断崖絶壁。絶壁。見て、岩の形がすごくないですか？これ彫刻されてないよね。なんでこうなるんだろう。不思議。お、牡蠣に注意しましょう。食べないようにしないと。私のせいで寒くなっちゃうかな。ここ全部階段なんですよ。雨降った後だったらめっちゃ滑ってちょっと危ないんですよね。頑張ってまだまだ歩きます。
日本一周は教科書に載ってるようなところに来れるのがいいですよね。社会科見学してるみたい。お、見て見て、マナイの滝発見。マナイの滝は高さ17メートルで、切り立った崖の間を流れ落ちる姿が美しいって有名らしいです。この崖は柱状節理って呼ばれる六角形の岩が柱のように並んでできてて、10万年前の阿蘇山の噴火で流れてた溶岩が冷えて固まったものらしいです。確かに岩がすごい珍しい形してるなって思ったんですよ。すごい。滝がめちゃくちゃ綺麗。でも階段がすごい多いから足腰が丈夫なうちに来ないと来れないですね。私も18歳のうちに来れてよかった。お、ハートプレートがあるよ。願い事、大切な方へのメッセージを書いてみてはいかがでしょうか。お、いいじゃんこれ。ここは200円らしいです。こういうのに使うのはめっちゃいいですよね。じゃあ200円。よし、できた。いつもありがとう。これからも見てもらえますように。鈴木優香、みんなへのメッセージですまあみんなのおかげでね、高評価数をもらえて、こうして予算が使えてるわけなので、押してくれた高評価はこういう形で返していきたいと思います。ここにかけるみたい。どこにしよう。真ん中、この辺。よし、できた。飾れました。さっきのとこまで戻ってきました。いっぱいウォーキングしてお腹が空いたから、今から別のとこに移動しようと思います。道の駅星雲橋にやってきました。ここは地元の人が知る人ぞ知る穴場スポットらしくて、チキン南蛮が美味しいと聞いたので、今日は今から爆食したいと思います。レストランはあっちか。お、レストランあった。めっちゃ綺麗。誰もいない。ラッキーじゃーん、チキン南蛮到着しました。めっちゃ美味しそう。飲み物はマンゴージュースにしました。やっぱり宮崎なのでね、マンゴー頼んでみました。美味しい。普通のさらっとしたジュースじゃなくて、とろみがあって飲み応えがありますね、これは。それじゃあチキン南蛮もいただきます。チキン南蛮、私人生初めてかも。このチキン南蛮をタルタルソースにつけて食べるそうです。こっちが柚子風味のタルタルソースで、これが通常らしいので、通常から食べてみたいと思います。待って、やばいこれ。飛ぶ美味しさ。鳥だけに。やっぱり日本一周ではその地域の名産物とか美味しい食べ物をいっぱい食べれるから、そういうのはめっちゃいいですよね。幸せです。そう、ここの道の駅星雲橋は高千穂峡からだいたい車で30分かかってやってきました。じゃあこの柚子風味も食べてみようかな。柚子だ。美味しい。チキン南蛮ってこんなに美味しいんですね。今まで食べたチキン南蛮の中でナンバーワンに美味しいです。まあ初めて食べたんですけどね。今日食べた食べ物の中でもナンバーワンに美味しいです。まあ今日は1食目なんですけどね。メニューにノンアルコールビールがあったんですけど、
さすがに今日は車なのでビールはやめておきました。ノンアルいいかなって思ったんですけど、ノンアルっていいんだっけわかんないけど、ちょっと見栄えが悪すぎるのでお酒はね今日は珍しく控えました。禁酒成功した。マンゴージュース美味しすぎる。私今多分宮崎にいる人の中で一番マンゴー好きかも。いや、それは傲慢か。ごちそうさまでした。めちゃくちゃ美味しかったです。ということでエネルギーチャージできたので2時間ぐらいかけて宮崎方面まで運転頑張りたいと思います。宮崎県は縦に長い都道府県ランキング全国で6位だそうで、だから計画的に旅の移動をしないともう移動ばっかりになっちゃうから大変なことになります。だから宮崎に行く皆さんはぜひ計画を出して近くのとこから回った方が絶対いいと思います。じゃないと私みたいになります。あと宮崎県は焼酎の消費量が全国1位らしくて、一番焼酎を飲む県だそうです。霧島とかあるじゃないですか、有名なやつで言うと。それも宮崎県らしいですよ。でも確かに九州の方の方ってお酒強いイメージあるから、昔から鍛え上げられてきたのかな。九州の人はお酒の吸収が上手。もちろんマンゴーの出荷量も全国1位らしいです。私はマンゴー大好きなのでね、実は今とあるところに向かってるんですよ。まだ内緒なんですけど、ヒントはマンゴーですねやっぱりせっかく長崎まで来たから一番有名で美味しいとこ行きたいじゃないですか。だから遠くても頑張って絶対行く。また雨が降ってきた。やばい、雨女が九州で雨に吸収された。あれから2時間近くドライブして宮崎駅方面に戻ってきました。長かった。途中大雨降ったりいろいろ大変だったんですけど無事にたどり着けました。でも私ね、集中するとお腹空いちゃうんですよ。さっきご飯食べたばっかなんですけど2時間集中してお腹が空いたのでちょっととあるものを食べちゃおうと思います。今行きたいお店の近くの駐車場を探してるんですけど、宮崎の駐車料金いくらぐらいなんだろう。安いかな。でもここ結構都会なんですよ。駅前だし高いかな。一応駐車料金は予算には含まれないんですけど、安いと嬉しいですよね、個人的には今は青空通りっていう通りを走ってるんですけど、地元の人は分かりますかね。私は全然わかんないですけど、立花通りかな。立花通りですね。ここを曲がったら駐車場があるはず。お、空だ、よかった。ここに決めた。こっちのが安かった。でも満車だからこっちでいいか。できた。駐車が一番緊張する。それじゃあ降りてお店に向かいたいと思います。駐車場ラスト1台だった。てか見てみて、最大300円だと思ったら私が止めたとこちょっと高い。30分100円らしい。やっぱり止めやすいとこは高くつくんですね。厳しい世の中。見て見て、猫ちゃんいる。かわいい。ここのお店の猫ちゃんかな。めっちゃかわいい。にゃお、こんにちは。ちゃんと桜カットされてる。チーフィ猫かな。じゃあ君の名前は宮崎で出会ったからザッキー。バイバイザッキー。宮崎の街並みめっちゃ可愛くないですか。いろんなとこにお花が咲いてる。癒されますね。
ここはバージニアビーチ広場っていうらしいです。めっちゃおしゃれじゃない？そして行きたいお店発見。じゃーん、ここです。フルーツ&パーラーフルーツオーノ。ここでは宮崎で採れた果物がたくさん売られていて、中ではフルーツパフェなんかも食べれるそうです。それじゃ行ってみたいと思います。お店の中に入ってきました。見て見て、めっちゃ美味しそうじゃないですか？豪華なパフェがいっぱいだけど値段が載ってないんですよ。ちょっと怖い気もするんですけど、まあでもまだ予算はいっぱいあるから好きなものを注文してみたいと思います。悩む。トロピカルパフェめっちゃ美味しそう。ちょっと優柔不断なんで30分ぐらい考えさせてください。いやでも追い出されちゃうか。ちょっと少しだけ考えます。じゃーん、宮崎完熟マンゴーパフェにしました。見てください。360度どこを見てもマンゴー。うまそう。それじゃあいただきます。これどっから食べよう。可愛く食べれるかな。甘い。マンゴーなのにマンゴーじゃないような感じ。なんて言うんだろう。美味しい。やっぱりスーパーのマンゴーとは違いますね。めちゃくちゃ美味しい。このパフェ2800円だったんですけど、まあ高いんですけど確かに味もめちゃくちゃ美味しいから納得する金額ですね。生クリームもふわふわ。下は何が入ってるんだろう。あ、見て、下もたくさんフルーツが詰まってるよ。見えますか？メロンとかブドウとかリンゴ、イチゴかな。すごい、最後まで楽しめますね。いやこれ私100個ぐらい食べれる気がする。やばい、一瞬にしてマンゴー部分なくなっちゃった。早く食べ過ぎた。やばい、もう一瞬でここまで食べちゃった。戻れ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 。戻んないか。いろんな果物を一度に楽しめていいですね。お得感ある。ごちそうさまでした。さすがにおかわりはやめておきます。本当はもっと食べたかったんですけどね。甘いものは無限に食べれちゃうんで、この辺でやめにしておきます。美味しかった。フルーツオーノから少し歩いて宮崎駅前まで来てみました。やっぱり旅先の駅ってちょっと気になりません？私だけですか？ちょっとせっかくなので宮崎駅周辺探索してみたいと思います。駅前にもちゃんとヤシの木がある。ナッシーみたい。今日は平日の金曜日なんですけど、人はそんなに多くないですね。駅前にあるこのアミュプラザっていうところに入ってみたいと思います。本当に日本のハワイみたいで色合いも可愛いですね。アミュプラザに入ってるお店はこんな感じです。飲食店だったり雑貨屋さんとかがあります。何これ？交通神社アミュソラ。行ってみようかな。あ、ちょっと待って。今9時18分だから、営業時間終わってた。ステーキめちゃくちゃ美味しそう。これも行きたかったけど営業時間が終わってる。焼肉とかも食べたいな。食べたい。どうしよう。食べたい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 。よし、焼肉探そう。せっかくだから宮崎牛食べたいな。宮崎牛やってるお店調べよう。そう、宮崎牛とは何かというと、簡単に言うと宮崎で育てられた最高級の黒毛和牛だそうで、味は脂が甘くてしつこくなかったり、
柔らかくて噛まずに溶けるレベルだそうです。めっちゃ食べたくない？こんなの聞いたらもう我慢できないですよね。やってるお店あるかな。まあこういうのは大抵 AI の唯一の友達に頼ってます。よし、ここだ。ここに決めた。お店の中に入りました。まさかの完全個室です。日本一周で完全個室のお店来れるなんて。完全個室のお店なんて快活以来でちょっと緊張しますね。これも皆さんの高評価のおかげです。本当にありがとう。今日は宮崎牛をお腹いっぱいじゃなくてちゃんとレビューしながら食レポも頑張りたいと思います。じゃあお腹ぎゅうぎゅうになるまで食べるぞ。一番の難関はこのピンポン押す時ですよね。呼ぶしかないか。失礼いたします。すいません、注文を、シャトーブリアンの 130g を1つと、あと赤身4種盛り合わせを1つ、とあとはコーラを1つ、はい、とりあえず以上でお願いします。緊張した。なんとか注文できました。それじゃあ高級焼肉にお乾杯。ちょっと上品にいきます。なんかグラスも薄くてコーラも美味しく感じる。じゃーん、赤身4種盛り合わせが来ました。いちご、亀の子、ランプ、シンシンだそうです。ちょっと食べ比べしてみたいと思います。でもこれだけで4000円か。高いけどきっとめちゃくちゃ美味しいはず。じゃあまずは牛脂を繰り広げていこう。よし。じゃあ今日の夜ご飯はちょっとお上品にいきましょう。それでは私お肉を焼いていきますわ。まずはいちごからでございます。やっぱり高級焼肉はね、焼きすぎると良くないと思うのでさっと焼いていきますわ。これぐらいでいいのかしら。焼けたざます。いただきます。うまっ。確かに脂身が少ないのにすごいとろける感じがして柔らかくて美味しい。これが宮崎牛か。癖になりますわ。いや、めちゃくちゃ美味しい。ちょっとやばいでございます。じゃあ亀の子とランプ行ってみましょう。ランプが一番分厚いですね。なんて表現したらいいんだろう。めちゃくちゃ美味しい。日本一周旅の美味しい食べ物ランキング1位更新しちゃいそうです。もともと1位は開けてあるんですけどね、無事に2位にランクインしました。いや、宮崎牛マジで美味しい。シャトーブリアン 130g きました。これどうやって食べるんだろう。ハサミとかあるのかな。ちょっとこのまま焼いてみようかな。切れてた。私は切れてないですよ。すごいマジックじゃない今の。見て、いくよ。ほいそれじゃあシャトーブリアンいただきます。うめえ。
口の中でふわっとろっていう感じ。めちゃくちゃ美味しい。やばい、最高すぎる。ここのお店めっちゃおすすめ。いや、宮崎牛が美味しすぎるのかな。だって初めて宮崎牛を食べたので衝撃が止まりません。あっという間にラスト一切れ。楽しい時間はあっという間ですね。めちゃくちゃ美味しかった。今日の朝宮崎に着いて、今もう23時前なんですけど、丸1日観光してました。いやー、めっちゃ移動したな。すごい楽しかったんですけど、まだ行きたいところが残ってるんですよ。なので前代未聞の明日に繰り越したいと思います。まだ予算も残ってるのでね、明日も楽しみたいと思います。今日はこの後車で1泊して、また明日に備えたいと思います。ごちそうさまでした。めちゃくちゃ美味しかったです。大満足。焼肉食べ終わって少し車を走らせてオートキャンプ場までやってきました。私にはこのカスタムした軽バンがあるから、今日はここで寝たいと思います。よし、これで充電もバッチシです。やっぱ秘密基地感があっていいですね、これで旅してるの。それじゃあもう今日は活動が限界なので、そろそろ寝たいと思います。おやすみなさい。おはようございます。車中泊してお風呂に入ってメイクまでして準備できました。いや、寝心地もすごく良くてぐっすり眠れました。ということで宮崎2日目行ってきたいと思います。行ってきます。そう、今日泊まったところはオートキャンプ場だったんですけど、全然有名とか人気だから選んだわけじゃなくて、適当に車中泊ができてお風呂入れるとこあるかなと思って探したら見つけたから泊まってみたんですよ。料金が3000円だったので予算も抑えられて安く泊まれました。今から向かうところは青島神社という小さな島にある神社なんですけど、神の島って呼ばれてるらしいんですよ。でもそこは島だから車で行けなくて、近くの駐車場に止めて歩いていくらしいんですよ。そう、今さ携帯つけてナビしてるんですけど、車のナビが壊れちゃったんですよ。保護フィルムが貼ってあったから剥がしちゃったんですよ。そしたらどうやらその保護フィルム大事なフィルムだったらしくて、操作を感知するフィルムみたいな。それ知らなくて取っちゃったから操作効かなくなっちゃったんだよね。ここは海も近いのかな。あっち側に海っぽいのが見える。すごい、本当にもう日本のハワイですね。もうすぐ駐車場に着きそうですね。空いてるかな。誘導してくれてるおばあちゃんありがとうございます。オッケー、はい、ありがとうございます。助かりました。はい。駐車場に車を止めて青島神社に向かう道中なんですけど、めっちゃ景色が綺麗じゃないですか。すごい。雨が少し降ってきました。さっき駐車場のおばさんに傘絶対持ってってねって言われて、急に雨滝のように降るからねって言われてちょっとビビってます。多分滝のように雨降らせるの私のせいかも。見て、すごくない？日本とは思えないこの景色。南国だ。晴れしたらもっと綺麗だったんですけどね。宮崎県の皆さんすいません。雨女が来県しました。あそこに鳥居が見えてきた。わかるかな？
ちっちゃく見えてるんですよ。ちょっと分かりづらいですよねまだ。やばい、本当に滝のように雨降ってきた。どうしよう。わあ、橋が見えてきました。あの橋を渡った向こうに鳥居が見えます。大雨だけど頑張って歩きます。今渡ってるこの橋は弥生橋っていうそうです。雨がなかなか止まない。でも景色はとってもいいですね。見て、岩がすごい。この岩は鬼の洗濯板って言われてるそうです。確かに洗濯できそうだよね。ついに鳥居の前まで歩いてやってきました。15分ぐらいかかりましたね。それじゃあ入っていきましょう。青島神社は縁結びとか、あと航海安全のご利益もあることで有名だそうです。私はよく航海しているのでぴったりですね。安全を祈っていきたいと思います。おー、なんか神社なのにすごい可愛らしい南国にある神社みたいですね。神々しい。今日は一粒万倍日だそうです。一粒万倍日は始めることに向いてる日らしくて、新しい仕事を始めたりとか、あとはお金を使ったりするのも縁起がいいらしいです。でも逆に縁起が悪いのは借金したり人から物を借りることだそうなので、今日私は予算を借金しないようにちゃんと予算内に抑えたいと思います。まずは手を清めたいと思います。見て、めっちゃかっこいいよ。ちょっと動画撮影はこの辺までにしておこうかな。やっぱり神聖な場所なのでね、中にカメラ持っていくのはちょっと失礼かなって思って、そういうのはちゃんとわきまえるタイプです。よし、それじゃあ手が清まったのでお参りしていきたいと思います。バイバーイ。島の中心にある小さな社です。ここもじゃあお参りはカットでちょっとお参りしてきます。幸せお守りゲットしました。ピンクでヤシの木で可愛い。これで私も幸せになれますように。ちょっといっぱい歩いたらお腹が空いてきたのでお昼ご飯を食べたいと思います。青島神社から移動して宮崎駅前にやってきました。ここは JR 九州ホテルなんですけど、この中にある2階のお店に行ってみたいと思います。ここのお店です。群慶。メニューはこんな感じで、宮崎の地鶏の宮崎地床を専門的に扱うお店だそうです。ここのお店はチェーン店なんですけど、宮崎にしかないらしいので、せっかくだから来てみました。何にしようかな。これに決めた。飲み物は日向夏ジュースにしました。乾杯。すっきりしてて飲みやすい。まずはよだれ鶏を注文しました。美味しそうすぎてよだれが出てきそう。それじゃあいただきます。あ、辛い。結構辛い。でもめちゃくちゃ美味しい。このタレをつけすぎると結構辛いですね。少しでいこう。やばい、美味しい。
あ、やばい、よだれが。青島神社めっちゃ良かったな。けど大雨だったのがちょっと残念でした。可愛いお守りも買えたし、あと祈りの小道も歩けて楽しかったです。海の上に浮いてる神社みたいな感じですごい不思議な感じがしました。行った時はすごい土砂降りだったんですけど、帰りは雨が止んだからもうちょっと遅く行けばよかった。いやでも私雨女すぎて、もうちょっと遅く行ってても降ってそうですよね。じゃーん、宮崎地床の炭火焼きが来ました。めっちゃ美味しそう。これが一番おすすめって書いてあったので頼んでみました。美味しいかな。めっちゃ美味しい。結構真っ黒でびっくりしたんですけど、めちゃくちゃ美味しいです。歯ごたえあるんですけど硬すぎず、噛めば噛むほど旨味が出るような味がします。美味しい。これはお酒が飲みたくなりますね。あ、そう、さっき青島神社から宮崎駅に走ってくる途中にお猿さんに出会ったんですよ。運転してて、あ、猫いるって思ったら、よく見たらお猿さんで果物持って顔真っ赤にしてました。写真撮りたかったんですけど運転中だから撮れなかったんですよ。あと宮崎はすごい走ってて気持ちいい道が多くて運転が楽しいです。ごちそうさまでした。めちゃくちゃ美味しかった。地鶏をたくさん食べれて大満足できたので、最後は地鶏で締めます。イエイ。車に戻ってきました。あ、そう、最後にちょっとお土産屋さんがあって我慢できなくてお土産購入してきました。じゃん、日向夏チーズタルトケーキ、めっちゃ美味しそうじゃないですか。ちょっと後で食べたいと思います。これとじゃーん、炭火焼きもけけ、これ可愛くないですか。炭火焼きが美味しすぎて買っちゃいました今までの日本一周でいろいろグッズを買ってるんですけど、これが群馬県編で、これが京都編で、これが秋田編なんですけど、これも新リメンバーになります。炭火焼きが加わりました。これね、あんま見えてないんですけど、いろんなとこに実は飾っているんですよね。どこに飾ろうかな。決めた、ここに飾る。なんか馴染んでるね、真っ黒だから。ということで皆さん気になってるであろう使った金額の合計を発表したいと思います。全部合わせて使った金額の合計は 22,860 円でした。いやー、余らせたの初なくらいじゃないですか。いつも結構足りなくて困ってるんですけど、今回は皆さんがたくさん高評価してくれたおかげでいっぱい贅沢できました。残った予算が 6,240 円あるので、これは次の県に繰り越したいと思います。いやー、宮崎本当に楽しかったな。私あったかい場所大好きだし、フルーツもお肉も大好きだから、宮崎は本当に私にぴったりな場所でした。次に行く県はまだ悩み中なので、ぜひここ行ってみてくださいとか、うちの県来てくださいとか、よかったらコメントでお願いします。待ってます。あと高評価も絶対お願いします。また美味しいお肉とかも食べたいな。お願い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 。ということで今日も最後まで見てくれてありがとうございました。よかったらチャンネル登録とコメントと高評価お願いします。じゃあバイバーイ。